ご視聴ありがとうございます。最初に2つ新製品の情報です。まずクニペックスの新作コンフォと 3K グリップの通常カラー実物を初めて見てきました。こちら黒が多めに入っていまして、先代よりもおとなしいというのか落ち着いた印象を受けたっすね。個人的な好みの話ですが、今のところ昔のカラーがポップで可愛くて好きっすね。握り比べた感じはあまり変わらず、親指あたりにあるガードが少し大きいかなってくらいでした。3K グリップに置き換わっていけばすぐに見慣れるのでしょうが、昔のタイプがなくなっちゃう前にいくつかコンフォートで検討していたのを買っておこうかなんて悩んでしまっております。皆様、新型 3K グリップの感想をお聞かせください。それから少し遅くなりましたが、スナップオンの新型ラチェット F100 を見てきました。実物を見ますと確かにヘッドが薄いですね。最近な道具って雰囲気を感じました。それとは対極的な初期ロットのみと言われるヘッドの旧ロゴがおしゃれでかっこよかったですね。使い勝手は使っていないので何ともですが、私が触った交代いくつかは切り替えレバーの動きが良くなくておやってなったっすね。初期の馴染みでこれ改善していかないとストレスを感じそうと思ったレベルです。新型の F100、空転のフィールがあまり良くないとか、フレックスは結合ピンが細くなって先代より弱くなったとか、ネガなこともちらほら聞きます。先代のデュアル80かなり気に入っているので、強烈な円安も相まってとりあえず手は出さないと決めていましたし、実際触っても感触は良くなかったのですが、なんでか実物見たらやっぱり気になってはきちゃいました。スナップオンの魅力っていうやつでしょうか。不思議な感じです。今なら新旧の比較が可能です。バンセラーさんなら下取りサービスもあるかも。機会がございましたらご覧になってみてください。さて、今回は6月に購入した道具いくつか紹介したいと思います。1つ目、ストレートさんのベアリングインストーラー。ベアリングを入れるための道具です。インストーラーなんてかっこいい名前がついていますが、とても原始的な道具で、はっきり申しますと叩き棒です。これをベアリングにあてがって、お尻部分をハンマーで引っ叩いてベアリングを叩き込んでいきます。ストレートのこれ、従来品とは異なる特徴がありまして、まず先端、ベアリングと接する面のヘリが飛び出た形状となっています。これによりベアリングのアウターレースのみを確実に叩くことが可能。一般的なインストーラーは叩き面が真っ平らなものが多く、ベアリングのインナーレースも叩いちゃってるんじゃないかなと心配もやっとしながら使っていました。このストレート製なら確実にアウターのみを叩ける、叩いて良いところのみを確実に叩ける形状となっています。それだけではなく、もう一点特徴がありまして、インナー用のアタッチメントが付属します。これを取り付けることで確実な位置決めが可能。メジャーなベアリング各種に対応をしていまして、これ6205に試しに合わせていますがぴったりなサイズ。おかげで変なところを叩いてしまう心配はありません。アタッチメントを選定したらベアリングにあてがって斜めに入らないように叩いていくだけ。叩く系の作業って慣れるまではナーバスになりがち。私は苦手な作業ですが、これを使うことで不安要素がかなり取り除かれます。これは使いやすい道具だと感じました。セット内容がこちらです。しっかりめの樹脂ケースにセットされていますので保管は楽っすね。SST って保管に悩むこと多いので、これはありがたく。外径が 30mm から 52mm までのベアリングに対応します。使ってみて安心感が素晴らしいと感じています。SST はやはり良いものだと再認識をしたっすね。こういった専用品を使わず、代用でソケットを使って叩いてしまうこともありますが、サイズがぴったりなのがなくて変なところを叩いてしまったり、いけると思って叩いていたらベアリングの入る穴にソケットがびっちりはまっちゃったりと面倒な経験をしたこともございます。このストレートの製品はそういったネガがありません。また他社のインストーラーに比べてインナーアダプターのおかげで勝手に位置が決まるのは本当に楽です。ストレートのインストーラーを使いますとメンタル的な部分は相当楽になります。
作業に慣れないうちこそこのインストーラーぜひおすすめをしたいですね。耐久性は多分大丈夫なんですけどまだ分かりません。材質はハンドル、アダプターすべてスチール製なので、他社品はアルミ製もありますからストレートのこれの方が強いとは思うんですけど、叩く面が細くなってますのでまあどうなんでしょう。使ってみた感じは全然大丈夫そう。今のところ耐久性について心配はしていません。ただ材質が鉄なので使い方を間違えると相手を壊す可能性は高いです。そこだけはご留意をいただきたいですね。ストレートのベアリングインストーラー、叩く系の作業、慣れないうちはナーバスになるものです。少しでも失敗の確率が下がるこちら、値段はパッと見高く感じますが、機能を考えますとリーズナブルだと感じました。ホイールベアリングの交換など考えていらっしゃる方、検討されてみてください。2つ目、クニペックスのエンドカッティングニッパー。日本だと食い切りなんて呼ばれるっすかね。爪切りみたいに垂直に使えるニッパーです。カシメタイプのホースバンドを外すために使いました。イヤークランプなんて呼ばれるこれ。このバンド、切って壊したり無理やり伸ばしたりして外すのですが、今回使っていた場所が普通のニッパーがスペース的に入りそうもないし、止めてる相手が樹脂なので力技での作業もできず。で、お店に行ってアドバイスをもらいながらいくつか見せてもらってクニペックスのこれに決めました。選んだ理由としてはヘッドが一番スリムだったためです。比べているのは同じクニペックスのハイレバーエンドニッパーですが、頭がちょっと大きいんです。周りとの干渉を懸念してスリムタイプのこれを選びました。さて使ってみて、私これ使うの初めてだったのですが、お恥ずかしながら使い方を知らなくて、最初こんな具合に切ろうとしていて全く刃が立たず、何これって思ってたんですけど、考えてみれば切れなくて当然。接点を点当たりとなるように縦にして使ったところ、すんなりと切ることができたですね。この線あたりにすると切れないのを利用してイヤークランプ装着時のカシメにも使えました。こんな具合にぐーっと耳部分をかしめて作業は完了。クニペックスにはイヤークランプ専用品も設定がございますが、この食い切りでもひとまず作業はできました。同社のハイレバータイプと比べるとどうすかね。使い比べたわけではないのでどちらが有利とかは分かりませんが、この食い切りで作業してやりにくさなどのネガは感じていません。お店で見比べて思ったこととしては、合わせ部分の耐久性はこっちが不利っぽいなとは感じました。長く使った場合はどうしてもこの単純なカシメ合わせはハイレバータイプの合わせよりガタが増えていくことが予想されますから、将来的に不満が出る可能性はございます。それからハイレバータイプは見た目がかっこよかったっすね。ただお値段は 2,3 倍。そしてハイレバーはヘッドが大きく、私はそこまで使う頻度は高くならないと思われたので、値段考えてもこっちを選んでとりあえずは満足をしています。クニペックスのエンドカッティングニッパー、縦に使えるニッパーです。スペースなくて困っている方、ぜひ試してみていただきたいですね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。